こんにちは、ぴょんです。この夏は素敵なマウンテンリゾートに行ってみたくて、ヒマラヤ山脈を見渡せるネパールのリゾート地を旅してきました。日本とネパールをつなぐ直行便、ネパール航空のビジネスクラス、今までに体験したことのない究極のリトリートを提供するホテル、首都カトマンズの観光情報など、この動画1本で私の4泊5日のネパール旅をすべてお見せいたします。最後には旅費の総額もまとめますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。ネパールへの入国にはビザが必要です。ネパール大使館に訪問または郵送で取得します。郵送の場合は、オンラインで申請後に現金書き留めで、返信用のレターパックと現金必要書類、パスポートの原本を大使館に送ると手続きしてもらえるそうです。日本で事前に取得する方が安い上にスムーズですが、カトマンズ空港で到着してから手続きすることも可能です。スーツケースはレンタルしました。大人に名分の荷物を機内持ち込みサイズ1個にまとめています。ネパールは現地で物理 SIM を買う方が安いですが、時間を取られず、便利でスムーズなため、いつもの eSIM にしました。世界170カ国で使えますので、よろしければお試しくださいませ。成田空港第2ターミナルから出発です。ネパールの首都カトマンズまで直行便が就航しています。成田からカトマンズまで飛行時間は7時間45分。この便は頻繁に遅延しているため、定刻の出発には期待せずに来ました。ビジネスクラス利用のため航空会社の提携しているアスパイアラウンジで待ち時間を過ごします。最大148名入れるラウンジですが、私の利用したタイミングでは、他のお客様はたった3組のみでした。景色がよく飛行機好きにはたまらない窓側のお席も多くありますし、照明が暗く仮眠できるようなスペースも設置されています。今回は朝なので利用していませんが、シャワーを浴びることもできます。立派なバーカウンターがありお酒も飲み放題です。ワイン類や生ビールサーバーがありました。4種類の温かいお料理、サラダ、フルーツ、数種類のパン。冷蔵庫にはスイーツが置かれています。日本食の食べ納めです。私はお腹がまだ空いてなくコーヒーだけにしました。ネパール航空はネパールのフラッグシップキャリアで国営の会社です。機材はエアバス330のダッシュ200、ビジネスクラスのシート配列は222です。東京発カトマンズ行きの飛行機では進行方向に向かって右の窓側に座席を指定するのがおすすめです。フットレストの下は荷物の収納スペースになっています。ウェルカムドリンクとしてリンゴジュースをいただきました。ネパール航空のイメージカラーは赤と青。座席は180度フルフラットになりますのでご安心ください。一区画に窓は3つ分もあり、縦のスペースがかなり広く贅沢です。予定より30分遅れてドアクローズ。滑走路をゆっくり走行している時間が長く、結局離陸するまで、ここからさらに30分かかり、1時間ほど遅延しました。備品をご紹介してまいります。ネパール航空のロゴ入りブランケット。
頭から足先まですっぽり覆える大判サイズです。ヘッドホン。触り心地のいいものです。シンプルなアメニティポーチ。チャック式です。中身は6アイテム入っています。開国サイズの大きな歯ブラシと歯磨き粉。全身用保湿乳液とリップクリーム。櫛とアイマスク。靴下、ちなみにスリッパはありませんでした。グローバル仕様のコンセントと USB ポートがあり、急速充電も問題なくできたのは助かりました。出発して1時間ほどすると、お食事の準備が始まりました。ドリンクは口頭でお聞きしての注文です。まず配られたのはウェットティッシュとピーナッツです。スターターが運ばれてきました。これはサラミ。癖がなく食べやすいです。イタリアンチーズとバスマティ米のサラダ。クラッカーとマフィン。チョコレートケーキ。塩コショウ。温かくてふわふわなドライトマトとオリーブのフォカッチャが運ばれてきました。メーンの選択肢は鶏肉のミートボールと塩焼きそば。しっかり熱々に温められています。もう一つの選択肢は揚げた鶏肉とチャーハン。天ぷらのような衣です。バスマティライスでパラパラでした。チャイが美味しいという噂だったのですが、普通の紅茶しかないとのことでした。お食事が終わるとすぐに真っ暗になります。おはようございます。日本はもう夕方になってきたので、ビールをお願いしました。軽食はチキンとベジタブルの2つの選択肢があったようですが、すでにチキンのみということでした。でもこのチキンが非常に美味しくて大満足です。デザートに焼き菓子もついてきます。着陸する前の景色が綺麗だと聞いていたのですが、雲だらけで全然何も見えません。せっかくエベレストビューを狙って右側に座席指定したのに残念ではありました。ネパールでは6月から9月までが雨季です。厚い雲や乱気流が多く、一度急降下した時に後ろのエコノミークラスから悲鳴が上がったのは怖かったです。カトマンズに近づくと時折晴れ間が見えるようになってきました。どのお家も四角くてレゴブロックのような可愛い街並みです。無事にカトマンズトリブバン空港に着陸しました。難しい気候の中、安全な飛行をありがとうございました。バスで移動します。ネパールはブッダ生誕の地です。あらかじめホテルに送迎をお願いしていました。サービスのミネラルウォーターです。空港からホテルまで 30km くらいの距離ですが、渋滞の影響で所要時間は2時間ほどかかります。どの国でもローカルな街並みを見るのは興味深いです。キュリケルという町にあるデワリカスリゾートに到着しました。本日から4泊5日お世話になります。このホテルに滞在することが今回ネパールに来た目的です。フレッシュバジルのノンアルコールカクテルをいただきながら、とっても丁寧にリゾート内の施設とアクティビティについてご説明を受けました。20エーカーの敷地に様々な楽しみが用意されています。今
今回宿泊するお部屋は150平米のエグゼクティブスイート、専用のテラスがついた人気のお部屋です。リゾートに到着したのが17時30分で暗くなってきてしまいましたので、お部屋の詳しいご紹介はまた明日いたします。でもせっかくまだ何も触っていなくて綺麗ですので、さらりとすべてのお部屋を見ていきましょう。どうやって良いホテルを見つけるのかとよくご質問をいただきます。例えば、今回は Google マップで見つけました。常日頃から Google マップでいろいろな国を見ながら気になる街を拡大して良さそうなホテルを探しています。素敵なホテルを見つけたら、そのホテルの口コミを低評価から高評価までくまなく読み、その後、インスタグラムや個人ブログなど別のプラットフォームもよく検索し、自分の好みに合いそうだという結論になったら、バケットリストに入れます。今回はタイミングとお休みを取れる日数からアジア方面で考えた中で、まだ訪れたことのない国に行ってみたいと思い、バケットリストに入っていたこちらのリゾートに惹かれ、ネパール行きを決めました。このリゾートに到着した途端、空気が良く、マイナスイオンがたっぷりな雰囲気で、すでに来て良かったという気持ちでいっぱいです。これからの4日間がどんな日々になるのか楽しみでたまりません。ディナーに参りました。18時30分から21時30分までの間で予約なしで入れます。季節のフレッシュジュースでパイナップルをお願いしました。無料のスナックでレンズ豆のクラッカー。クラッカーには黒胡椒が効いていて、生地自体に旨味がありますが、リンゴとパクチーのソースもついてきます。デュワリカスサラダ。チキンのもも。赤はビーツ、緑はほうれん草、黄色は人参の色です。デュワリカスシグネチャーターリ。ハリというのは、この小さい器にカレーなどがいろいろ入った提供スタイルのことだそうです。古代ギリシャの医者、ヒポクラテスは言いました。食べ物を薬にし、薬を食べ物にしましょう。このホテルで口にするものは、癒しと回復を心身にもたらします。ディナーの注文は17時までに行うのですが、それは驚きの理由からです。リゾートの敷地内に広大な有機農園があり、なんと食材は注文を受けてから収穫されます。究極の新鮮食材とそのコンセプトに感激しました。お部屋に戻ってくると、デイベッドの方もターンダウンされていたので、一人一台ずつベッドが使えてラッキーです。体に良いという説明書きとともに、お水に浸したアーモンド。明日、火曜日の色である赤いスカーフがギフトで置かれていました。おはようございます。霧がかかって幻想的な景色です。朝食は6時30分から9時30分まで営業しています。着席するとフレッシュの絞りたてマンゴージュースとフルーツの盛り合わせが運ばれてきました。マサラティーとマサラオムレツを注文。マサラとは様々な香辛料を混ぜ合わせたもののことです。100のミルクから作られたチーズは癖がなくまろやかで食べやすいです。日替わりのネパール式朝食、お豆のカレーをお願いしました。デザートにはバナナとメープルのワッフルです。お食事を終えてテラスでゆったりコーヒータイム。
かわいい猫ちゃんが遊びに来ました。食後の運動を兼ねてリゾート内の施設を巡っていきます。昼食と朝食をいただいたレストランの真上にライブラリがあります。ネパールは東西南の三方をインドに、北を中国のチベット自治区に囲まれた内陸国です。世界一の標高を誇るエベレストを含むヒマラヤ山脈を持っています。標高は首都カトマンズで1400メートル、ココディリケルで1500メートルほどですが、緯度が日本の奄美大島と同じくらい南にあるため、1年を通じて温暖な気候に恵まれています。8月の中旬で毎日朝晩が23度ほど、日中の最高気温が28度ほどでした。宗教はネパールの人々の生活と密接に関わっています。人口のおよそ8割はヒンドゥー教、1割は仏教を信仰し、その他の方はイスラム教、キリスト教、ボン教などを信仰しています。25エーカーの山全体がリゾート。敷地内ではヒマラヤ山麓の素晴らしさを堪能できる様々なスポットがあります。もともとヒンドゥー教と仏教の偉大な賢者たちは、狂気や不満のない世界を実現する手段を見つけるために瞑想を行い、ヒマラヤを旅してきました。何千年もの間、ヒマラヤで実践されてきた瞑想は、内なる平和と調和するテクニックです。こちらは20トンものヒマラヤ岩塩で囲まれたお部屋。この室内で空気を吸うと、体内の水分量を調節してデトックスしたり、強力な天然の抗ヒスタミン剤として体に働き、アレルギーに効果があります。クリスタルハウスはヒマラヤの水晶で囲まれたお部屋。水晶はすべてのものを浄化しネガティブなエネルギーを取り払ってくれると信じられています。ネパール産のヒマラヤ水晶は特にパワーが強いと有名なようです。こんなに水晶に囲まれた経験は初めてで、なんだか神聖な気持ちになりました。個室になっているメディテーション用の洞窟もあります。壁中に張り巡らされているのは、ブドラクシャと呼ばれる菩提樹の実。菩提樹の実は特別に神聖なものとして、主にネパール、チベット、インドのエリアで珍重されています。この実を一目見るだけでも、カルマや心が浄化されるほど強力なものだそうです。霧がだんだんと晴れ、太陽の光が差し込んできています。リゾートの中で最も標高の高い地点まで登ってきました。遠くに山の尾根に沿って町があるのが見えます。不思議な形のこちらは瞑想迷路。迷路を歩くことで集中力を高め、心肺機能を強化し、精神的な疲労を解消してくれます。プールは2カ所あります。まず1つ目はブラフマンダという名の室内プールです。ブラフマンダはヒンドゥー教の哲学における宇宙の根本原理のこと。宇宙を組み込むデザインで設計されています。平和と静けさの中のオアシス、アナンタインフィニティプール。お天気の良い日には、目の前を遮るもののないヒマラヤの絶景が広がります。インフィニティプールから坂を登っていくと、360度の壮大な景色を見渡せるゼロゾーンラウンジがあります。
先日の通り、6月から9月は雨季で、大気が水分を多く含み、太陽が出ている時でも、大きな雲や霧で景色が霞みがちです。おすすめは、断然寒気の11月から2月頃で、毎日快晴で、雲がなく空気が澄み渡っていて、反動的なヒマラヤ山脈の大パノラマを望めます。1月にここから撮った絶景写真をホテルのスタッフの方に見せていただきましたが、青い空に雪山が映え、それは素晴らしい景色でした。明るくなってきましたのでお部屋の中をご紹介いたします。テレビは国際放送に対応していました。木彫りのオブジェと菩提樹の実の中に水晶が入っています。創業者のデワリカ氏が集めたネワール族の伝統工芸品が惜しげなくホテルの至るところに飾られています。ネワール族はカトマンズ盆地の先住民族のことです。低ベッドも広々ですがメインのベッドはキングサイズでさらに大きいです。ベッドのお隣はドリンクコーナーになっています。ネパールはお茶の栽培に適した地が多いそうです。お湯を沸かすケトルやグラス類、上の瓶の中に入った茶葉だけではなくティーバッグもあります。お酒と冷蔵庫の中身は有料です。150平米の面積がありながらお部屋の中が細かく分かれていないため、一つ一つの空間が広くて贅沢です。ナッツやフルーツなど軽食も常に補充されます。今度はバスルームを見てみましょう。ホテル手作りの石鹸とレモングラスのバスソルト。大理石がふんだんに使われたシャワールーム。シャワーは十分な水圧がありました。ホテルオリジナルのソープ類。ドライヤーもパワーがあるしっかりしたものでした。洗面所は左右に2つあります。キュリケルでは30年前にドイツの NGO の援助により水処理場が整備されていて、ネパールの中でも最も水質が良いようです。アメニティの中身はミントのウェットティッシュ、ヒマラヤブランドの日焼け止め、良い香りがする虫除けのクリーム、ミントの香りの紙石鹸、チベットの伝統的な木製の箱の中には、リステリンフロス歯磨き粉人数分の歯ブラシ、シェービングキットとシャワーキャップが用意されていました。大中小3種類のタオルが1人につき2セットずつ置かれています。トイレも清潔です。2階へ上がる階段を登っていくと専用のテラスがあります。自然と調和したアウトドアリビング。テッドのような寝転がれるブランコとデイベッドもあります。現在の時刻はちょうど12時。日本とネパールは3時間15分の時差がありますので、今、日本は15時15分です。国の標準時刻を15分単位で設定している国は、世界でただ一つ、このネパールだけです。他にもネパールの国旗の形は世界で唯一四角形ではありません。直角三角形を2つ重ねたようなユニークな形をしています。
二つの三角形はヒマラヤ山脈の山並みをかたどるとともに、二大宗教であるヒンドゥー教と仏教を意味しており、赤は国民の勇敢さを、縁取りの青は平和を表しています。お昼を過ぎてだいぶ陽気が良くなってきました。気温がちょうどよく、施設内どこに行っても面白いので、いつまででもお散歩していられそうです。チベットの祈りの旗、タルチョはお経の書かれた旗で、青が空、白が風、赤が火、緑が水、黄色が地を表し、旗が風でなびくことで、災難や悪霊を払い清め、平和で健康と幸福に恵まれるよう願いが込められています。敷地内には様々な宗教のモニュメントがあり、お互いを尊重する気持ちを感じました。16時からシンギングボールの瞑想セッションと、17時からヨガのレッスンを受けました。どちらも無料のアクティビティです。ヨガが終わって外に出ると雲海が広がっていました。トウモロコシをくわえた大きな猿と遭遇。シンギングボールの瞑想は深い癒しを感じましたし、ヨガはしっかり筋肉を使って良い運動になりました。運動後の楽しみはもちろんお食事です。レストランの入り口にはたくさんのスパイスがディスプレイされています。レモンソーダとスイカのフレッシュジュースを注文しました。レンズ豆のクラッカー、ギリシャ風サラダ、チキンかビーガンでチキンを選びました。ネパール料理のチャタマリ&バラ。チャタマリは米粉でできた生地に鶏ひき肉やお野菜が入っていて、バラは豆粉で作ったお好み焼きのようなもので、外はサクサク、中はふわっとしています。ビリヤニはチキン、マトン、パニールの選択肢からパニールを選びました。パニールは水牛のチーズです。お部屋に戻るとターンダウンが済み、明日の色、緑のスカーフと、お昼間に購入したヒマラヤのピンクソルトが届いていました。美しいピンク色です。おはようございます。本日は水曜日ですので、緑のスカーフをまとって出かけます。霧に包まれていてしっとりとした森林の香りがします。本日も朝食が楽しみでたまりません。レストラン内ではずっとヒーリング音楽がかかっています。食材が良いからか、精神的に癒されてるからか、よく睡眠をとれているからか、こちらに来てから2日ほどで体の調子が絶好調になりました。お肌もトラブルが一切なくなっています。今朝のメニューもアラカルト。マサラミルクティーとホットラテを注文しました。必ず出てくるフルーツ、マンゴーが非常に美味しいです。100のチーズ。スクランブルエッグと付け合わせにソーセージ、ベーコン、ほうれん草、キノコ、トマト。エッグベネディクト。パンの部分が柔らかくて美味しいです。ネパールカレー。内容は毎日変わるようです。そば粉とほうれん草のパンケーキ。食後はテラスでゆっくりティータイムをして過ごしました。
ストランを出た後はお散歩してカロリーを消費します。森の中にフィットネスジムを見つけました。広くていろいろな機械が置かれています。シャワールームもありました。少し敷地から外れたら前方から馬に乗っている方が来ました。自社農園には何百種類もの野菜、果物、ハーブが植えられていて、見学したいと話したらガイドさんがついてくださいました。農園は驚くほど広大です。レストランの美味しさの秘密を少し知れた気がしました。お部屋に戻ってきました。ホテルの方とのやりとりは24時間ワッツアップでできるので助かります。絵画教室に来ました。いくつかの選択肢があり、自由に絵を描くこともできます。私はこれ自体がヒーリングになるという交換チャクラのメディテーションにしました。一度お部屋に戻って少し休憩した後、今度は陶芸教室に参加します。先生が丁寧に教えてくれますので安心です。想像よりもはるかに難しくて驚きました。手を泥だらけにしながら夢中で制作できて楽しかったです。陶芸の後はお散歩しながら景色を見渡せる標高の高い場所へ。iPhone によると今日は72階分の高さを登ったようです。お部屋に戻ってお風呂に入ります。ディナーのお時間です。今日もいろいろ初めてのお料理を頼んでみました。モッツァレラチーズとローストしたピーマン。バルサミコソースがかかっています。アボカドとアーモンドのサラダ。葉野菜ともやしの新芽ザクロ。ビネグレットドレッシング。デドのセット。真ん中のペーストがデドでそば粉からできています。食後はヒマラヤソルトハウスでメディテーション。お部屋に戻ってくるとターンダウンが済み、明日のカラーの黄色いスカーフが置かれていました。旅行中お洋服は手洗いすることも多いですが、今回は毎日ランドリーに出しています。ホテルのランドリーでは気持ち割安です。窓の外ではホタルが飛んでいました。おはようございます。5時30分に目が覚めました。本日は今までの3日間で一番お天気の良い朝です。本日の朝食はブッフェスタイル。卵料理やパンケーキなどはアラカルトで注文可能です。自社農園で採れた新鮮なフルーツ。チーズ好きの私にはたまらない地元産のチーズ。新鮮なお野菜とフムスは何度もおかわりしました。本日のネパールカレー。
全部美味しいですし、天国のような景色で至福すぎます。朝食の後はネパールの国民的ボードゲームをしました。お部屋に戻るとクッションの色は黄色になっています。お昼になってアーユルベーダドクターの診断を受けに行きました。それぞれのボディタイプに合わせ、日々のルーティーンややるべきこと、やらない方が良いこと、食べて良い食べ物、控えた方が良い食べ物など、生活について細かにアドバイスをいただけます。自然と自分が選んでいたこと、逆に初めて知ったことなど、納得と驚きの両方がありました。今日はいつも以上に美しい日でした。今夜のディナーは4日間の集大成で、もう一度食べたいお料理が数ある中で、なんとか3つに絞って注文しました。ネパール風の餃子もも。ネパール風のお好み焼きのようなもの。左が茶たまり、右がバラです。ビリヤニ。今日はパニールではなくチキンを選びました。おやすみなさい。また5時30分に自然と目が覚めました。急いでリゾートの頂上に行きます。最終日の本日、なんと朝日が昇るところを見ることができそうです。ヒマラヤは古代サンスクリット語で雪の住処という意味。7000万年前には南半球にあったインド大陸はプレートの運動によって北上を続け、約5000万年前にユーラシア大陸と衝突しました。大規模な衝突により、大陸同士の境は激しく隆起し、巨大な山脈が形成されたのです。地球上にある7000メートル以上の山はすべてこのヒマラヤ山脈に位置しています。現在でもインド大陸の北上は終わっておらず、ヒマラヤ山脈の隆起も続いています。山の天気は変わりやすいというと刻一刻と表情が変わります。霧に包まれた後にまた晴れてきたので、そろそろ朝食に行きましょう。本日もブッフェスタイルです。カレーは日替わりで昨日とは違うものでした。まさか最終日にこんなに美しい景色が見れるなんて。8000メートル級の山々を生で見るのは人生で初めてです。最後にお風呂で癒されましょう。水圧が強くてすぐにお湯が溜まります。パロマに点火しました。チェックアウトは11時です。お支払いを済ませてレセプションの上にあるラウンジで2時間過ごさせていただきます。13時からホテルの車を8時間チャーターして首都のカトマンズを観光します。チベットとインドをつなぐ要衝として、ネパールは古くから人の交流が盛んでした。昨
紀元前2万7000年頃にはすでに人が住んでいたことがわかっています。太古の昔には首都カトマンズのあたり一帯は湖だったそうです。文殊菩薩が剣で山を切り開き、人が住めるようにしたという伝説があります。ネパールは130以上の民族やカーストを持つ多民族国家で125以上の言語が話されています。カトマンズ盆地は世界文化遺産に登録されています。中でもカトマンズへ来た観光客のほとんどが訪れるのがボダナート。中にはブッダのお骨が埋められていると言われ、世界のチベット仏教の聖地です。バッダ王朝時代の15世紀、3人の王子がカトマンズ、パタン、バクタプルにそれぞれ王国を築き、競うように宮殿や寺院、銅塔などを建立。建築、彫刻、工芸など芸術性の高いネワール文化が花開きました。心身深い仏教徒の方は毎朝この仏塔の周りを108回回るそうです。カトマンズは世界で最も大気汚染がひどい都市の一つ。少し外を歩いただけで喉が痛くなるのでマスクは必需品です。呼吸器疾患など健康への悪影響が深刻化しています。次にネパールの方におすすめしていただいた複合施設に来ました。20世紀初頭の宮殿をエレガントにリノベーションした建物に、ホテル、レストラン、ブティック、雑貨屋さんなどが入っています。一番感動したのはこちらの宝石屋さんで最高品質の宝石を扱っていることと、店主の方が誠実で正直で素晴らしいお人柄です。カトマンズでぜひ訪れていただきたい、とってもおすすめのスポットです。その後は軽くお食事をとるために街中にあるレストランへ。風が通り抜ける心地の良い空間でおしゃれです。ネパールでのお食事はどこで何を食べても美味しく、ネパールの方は総じて接客が親切で、こちらに寄り添ってくれる温かい方々でした。車での移動をまとめるとこのような感じです。滞在していたデュワリカスリゾートからカトマンズまで1時間半。一番最初にボダナートと呼ばれるブッダストーバへ行き、その次に複合施設を訪れました。複合施設の後にレストランに行き、お食事をしてから空港へ。スーツケースなどの荷物を持ち歩く必要がなく、スムーズに目的地から目的地へ行くことができたため、車をチャーターして観光してよかったです。これならもっとたくさんの観光地へ行くことも可能です。行きたいところにはすべて行けて大満足できましたので、車のチャーターは6時間半で終了して、少し早めに空港入りしました。ビジネスクラスの乗客はラディソンラウンジを利用できます。お料理はネパールらしいものが充実しています。必要に応じて温めたりなどもしていただけました。シャワールームの利用には10ドルかかります。シャワーから茶色のお湯が出てくるのには驚きましたが、良い人生経験になりました。安全で清潔な環境で生きれることは決して当たり前ではないことを改めて実感しましたし、日々感謝を忘れずに誰かの役に立てる人生を送っていきたいと思いました。シャワーはどう浴びたかというと、目、鼻、口に絶対水が入らないよう厳重に注意しながら、最後に顔はミネラルウォーターですすぎました。ちなみにこまめに手洗いをしたりアルコールスプレーで消毒していたところ、5日間の滞在で一度も体調が悪くなることはありませんでした。治安については世界の中では良い方に入ると思います。
富士山が見えてきました。成田空港まであと少しです。無事日本に戻ってきました。今回はなかなか日本の方が行ったことのなさそうな、でもこんなに良いところがあるんだという場所を選んでみました。動画でネパール旅を楽しんでいただけてましたら何より嬉しいです。ぜひ、いいねやコメントをお待ちしております。この後は旅費の総額を発表いたします。ネパール旅行4泊5日、大人2名の総旅費は、日本円で98万7899円でした。ネパールの物価は日本の半分から3分の1ほどとも言われており、実際他の国に比べて旅費がかなり低めに収まりました。皆様のご参考になりましたら幸いです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。